モ活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー160超 SD 戦国伝無人キラ鋼編サイガガンダム1996年発売のキット。今回は塗装パートその1、前回の無塗装で組み立てたパーツをフリーハンド筆塗り軽装形態編です。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはファレホのモデルカラーでライトフレッシュ。かなり白に近いフレッシュカラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。マットな塗膜が表面に作れるので、色分けの色のりが良くなるのと、塗る箇所の目印になるので作業がしやすくなります。塗料は水性アクリルのファレホを基本に、下出るカラーを要所で使ってペイントしました。オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、フィギュア、プラモデルの塗装などに応用できます。無臭、速乾、色ムラができず、均一に塗れる。マットな表面仕上がりなどが大きな特徴です。色分け最初はモデルカラーのダークグレイ。脚部の一部、腕部、頭部は額の箇所に。濃いグレーカラー。下地が効いて一発で色は乗りました。金色です。下出るカラーのベース、レトリビューターアーマーです。頭部、胴体、脚部、腕部に顔料を含んで隠蔽力強めの金。塗装箇所、面積は広くありました。極力均一なペイントができるように、下出るカラー、テクニカルのラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って塗りました。筆で塗りに行って引っかいてしまうと色ムラになりやすいので、毛の先端で叩くようなイメージで色をのせました。下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。銀色です。ゲームカラーのシルバー。胴体に。もともと発色の良いカラー。下地も走行して一発で色は乗りました。ここで黒を使いました。ゲームカラーのブラック。額の牙の文字の書き入れに。極細筆で丁寧に書きました。赤です。頭部、胴体、腕部、脚部に色分け箇所はそこそこ広く。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。適度な粘性で扱いやすく、下地も効いて一発で色が乗っていきました。次はグレーの色違いで明るい塗料。モデルカラーのライトグレーを水で溶いて頭部、脚部に流し入れ墨入れしました。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このパートでは軽装形態を組み立てます。脚部、腕部を左右順に取り付けていきます。元百鬼夜行衆の一員です。デザインベースはガンダムデスサイズヘル。頭部をジョイントして完成です。フロントビューからリアビューがこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー160無人キラ鋼編のキットサイガガンダム塗装パートその1軽装形態編。次回は武装形態を完成します。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、
引き続きの応援のほどよろしくお願いします。